ではなぜこのような法灯が現れたのかということですが、これは古来より2つの意味があるとされています。別に汚れていないからいいやということではなくて、少し清めるということが気持ちを集中させて手を合わせることにつながっていくわけです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第63回です。今回から賢法灯本第11の説明に入っていきます。前回までの法師本では、釈尊の滅後に法華経を広めようとする人の功徳や、広めようとする人を迫害する人の罪の重さ、それから法華経を広める人の心構えとして、慈悲を持つこと、耐え忍ぶこと、真理を根本とすることという絵座質の3期が示されました。そして賢法灯本第11に入っていくわけです。賢法灯本第11ですね。この賢法灯本に入って突然それまでの場面と様変わりします。現在の映画でも表現できないような場面がどんどん出てきますから、なんだかよくわからなくなってしまう、そういったことがあるかもしれませんが、釈尊の位置を忘れないようにしていけば大丈夫だと思います。歌壇を見ていただきます。これから釈門の流通文の賢法灯本第11を話していくのですが、下の方に目を向けていただきますと、ここに虚空絵とあります。それまでは霊前絵ですね。今まで両寺線で説法をしていたのですが、ここから虚空に説法の場が移るのです。虚空とは空のことですね。空と聞くと説法の場が空になるのかなと不思議なような感じがするかもしれません。では早速拝読していきましょう。賢法灯本の冒頭はこのように始まります。その時、釈尊の御前に金銀等の七宝で飾られた塔がありました。高さは500由順、前後の幅も250由順あり、大地の中から湧き出て空中に静止していました。こう始まるんですね。いきなりすぎて驚きます。地面がバキバキバキと割れて、金銀などの宝で飾られた宝塔がずと出現し、しかも空中で静止しているんですね。由順は一説に帝王が一日行軍する距離と言われていて、約14キロほどだと言われています。500由順ですから7000キロになるんですね。こういう場合の500というのは正式な数ではなくて膨大なという意味になりますから、とにかく大きな宝塔が聴衆の目の前に出現したわけです。想像してくださいと言われてもなかなか想像ができません。ではなぜこのような宝塔が現れたのかということですが、これは古来より2つの意味があるとされています。一つは法華経の前半の説法が今まで釈尊が説いてきた教えとはかけ離れているために、釈尊一人の言説ではなかなか聴衆が受け入れないということから、釈尊とは別の仏様に出現してもらって法華経が真実であることを証明してもらうためであるとされています。前を証明しますので、これを証前と言ったりします。二つ目は、これから釈尊滅後にあって法華経を広めてくれる人を募集していくわけです。そして紆余曲折ありながら自由の菩薩と呼ばれる上行菩薩、その上行菩薩に釈尊は法華経具通のバトンを渡すわけです。こうやって後を起こすので、これを帰後と言ったりします。この2つのことはこの後法華経を読んでいく上で重要な視点になるので覚えておいていただければと思います。宝塔が出現した理由として2つの意味があるとされるわけです。1つ目はこれまでの証明をするために他の仏様が出現する、そのためである。2つ目はこれから法華経を広める菩薩が出現する、そのために
この法灯が出現しなければならなかったというわけですね。ちなみに今までに何度も出てきましたが、ここから釈尊滅後という状況が何度も出てきます。なんだか釈尊がいなくなってしまうということに少し寂しさも感じるんですが、これは逆に言うとすごいことだと思うんですね。なぜならどんなに素晴らしい教えがあっても、それを次にどう伝えていくかということがなければ何にもなりません。世間でもそうですが、どんな技術やどんな知恵があっても、それを継承していくものがなければ、もったいないと思っても消えていってしまうわけです。釈尊からすれば、絶対私で大丈夫だと言ってしまってもいいように思うんですが、釈尊はそれをしないわけですね。ちゃんと次につなげていくわけです。こういった宗教というのはなかなか珍しいものではないかなというふうに思います。どうしたって一つの神様のところで始めと終わりがあって、そこで帰結をしてしまう。しかし仏教はその点世界観に広がりがあります。多くの仏様が出現し、この後にも仏様が出てきますが、多くの仏様が出現し、それらの多くの仏様がさまざまな世界で説法している。ついつい私たちは自分たちの狭い世界観にとらわれてしまうわけですが、こういう仏教の広大な世界観、まるで私たちが夜空の星の向こうに世界を感じる、世界の広がりを感じる、それと同じように仏教の広大な世界観があるということがなんとなく感じることもできるのではないかなと思います。そういう意味でもここで法灯が出現して、そんなことあるわけないよとなってしまわずに、仏教の大きな、大きな世界観を感じていただければなというふうに思います。だいぶ余談が過ぎましたが、話を戻します。法灯が地から出現したわけですね。その法灯にはいろいろな宝物によって飾られており、また旗や幟が立ち並んでいるわけです。さらに諸天前人が多くの美しい花びらを雨のように降らせて、宝や香りや旗などを備えし、さらに音楽を奏でて、この法灯の出現を褒めたたえたんですね。どんな音楽だったんでしょうか。多分壮大な音楽だったんだろうというふうに思います。その時、この法灯の中から声がするわけです。よいかなよいかな、釈迦牟尼世尊、よく平等大へ、教菩薩法、仏書5年の妙法華経をもって、大種のために説きたもう。格のごとし、格のごとし。釈迦牟尼世尊が説くところのごときは、皆これ真実なり。素晴らしい素晴らしい。釈迦牟尼仏よ、よく平等にして大いなる知恵。菩薩を教える法。仏に守り念ぜられる妙法蓮華経を大勢の者たちのためにお説きになられた。その通り、その通りである。釈尊の説くところはすべて真実である。これが先ほど説明した法灯が現れた理由の一つ、正然にあたるんですね。特にこの最後の部分を海勢真実といって大事なお経文であるとされています。そしてこの声の主が多宝如来という仏様です。でも姿は見えないんですね。そこで聴衆を代表して大行説菩薩が釈尊に申し上げます。この声の主はどなたなのでしょうか。すると釈尊は、この声の主こそ多宝如来である。この多宝如来はかつて菩薩の時に次のような大誓願を起こされた。もし自分が多宝如来がですね、成仏して入滅した後、世界のどこかで法華経を説かれる場所があれば、私はその説法を聴聞するために、この法灯とともに出現し、その説かれていることが真実であることを証明し、さらに素晴らしいことであると褒めたたえるのであると。だから今私、釈尊ですね。釈尊が法華経を説法したので、ここに多宝如来が法灯とともに現れて、素晴らしい素晴らしいと褒めたたえ、海是真実、皆これ真実なりとおっしゃったのである。と釈尊は仰せになるんですね。この法灯の中には多宝如来がいらっしゃるわけです。するとやっぱり気になりますね。ぜひとも多宝如来を拝見したい。お目通りをしたいと。大行菩薩は釈尊に申し上げます。お願いします。この多宝如来の仏身を拝見させてください。
それを聞いた釈尊は、ある他方如来の願いがあることを示されるんですね。その願いは、この宝塔の前に他の世界で説法を説いている釈尊の分身の仏たちを一挙に集めなければならないという、そういう願いなんです。他方如来を出現させるためには、釈尊の分身の仏様たちを集めなければならないんですね。ちなみにこれ分身とわざわざ言ったんですけども、一般的に私たちがこういう場合は粉塵と言います。粉塵の仏。ですからここからは粉塵と言わせていただきます。他方如来が出現するためには条件があるんだっていうことにも驚きますが、さらに釈尊には粉塵の仏がいるんだっていうことにも驚くわけですね。大行説菩薩はぜひお願いしますと再度釈尊に願い出ます。そこで釈尊は十方に散らばる粉塵の仏たちを白毫から光を放って聴衆たちに見せてくれます。そして粉塵の仏たちを集めるために釈尊は今この世界をきれいにするんですね。仏を呼び寄せるために国土を正常にしてお呼びするわけですね。これは汚いから正常にするとかそういったことではないようなんですね。正常にすることに意味があるわけです。誰かを呼ぶときにきれいでも少しそこを清めてあげると、そこで過ごす自分も相手も気持ちよく過ごすことができます。汚れていないからいいであろうということではないんですね。お仏壇の前に座るときもいきなり座って手を合わせるのもそれもよろしいのかもしれませんが、目の前にあるものを少し整えて、それから手を合わせると気持ちも違ってくるのではないかなと思います。別に汚れていないからいいやということではなくて、少し清めるということが気持ちを集中させて手を合わせることにつながっていくわけです。釈尊も粉塵の仏様たちを呼びますに世界を正常にするわけですね。しかもその念の入れようがすごくて3回も正常にします。ですからこれを三遍土伝と言ったりもします。そして粉塵の仏たちが集まってくるんですね。もちろん一人二人の仏様ではありません。とんでもない数の仏様が従者を連れて釈尊のもとに集まるわけです。辺り一帯に傘を立ててその下にお座りになるというような表現がこのお経文の中に出てきます。そして仏様は皆一様にこの宝塔の扉を開いてくださいと釈尊に告げるわけです。それを聞いた釈尊は準備万端整いましたから立ち上がり空中に浮遊して扉の前で静止します。聴衆たちは合掌して固唾を飲んで待ちます。空中にある釈尊は右手でおもむろに扉を開けます。その扉のうちに他方如来が瞑想状態で座っていらっしゃるんですね。続いて他方如来は自分の座っている座からずれて釈迦牟尼仏、この座につきたもうべしとおっしゃって、そこに他方如来と釈尊が2人並んで座ります。ここをもって宝塔のうちに他方如来と釈尊が並び座る二仏平座が示されるんですね。ところが聴衆たちからすると宝塔があまりにも大きいので二仏の姿を直接に拝することができません。そこで釈尊に申し上げます。どうぞ神通力を使って近くへと進ませてくださいと。それを聞いた釈尊は聴衆たちを神通力を使って空中へと誘い、その空中、虚空で説法が始まります。ここからいわゆる虚空への説法の儀式が始まるわけです。ということで一気に見てきましたが、驚くような場面が何度も出てきました。壮大な表現で世界の広がりを感じつつ、この後も法華経の説示に耳を傾けていっていただければと思います。次回は見法灯本の後半部分になります。六難悔いといって法華経を広めるのってそんなに難しいのかなと思う、そういった教えが示されていきます。では本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。